んにちは。今回はマックを買ってきました。どうしてこのタイミングでこのラインナップなのかと言いますと、今年のですねマックの福袋が当選してマックのクーポンがたくさんあったんですけど、可愛いグッズに大満足していて、気づいたら引き換え期限が今月末でした。なので焦って一気に引き換えてきちゃいました。マックをたくさん食べる口実を得たので、今日もたくさん食べていこうと思います。今ジュラシックワールドのコラボのハンバーガーも出ていて、そっちもすっごい気になったんですが、また別で近いうちに買おうと思います。でもクーポンのハンバーガーはいつも食べないものばっかりだったので、いつもと違うハンバーガーを食べられてとてもいい機会になりました。ちなみに私はいつもマックチキンを頼んでいます。ただ年齢を重ねていくにつれて食べられるものが変わっていって、前は照り焼きバーガーなども以前は好きではなかったんですけど、この前10年ぶりぐらいに食べてすっごい美味しくて感動しました。なんかそういう食べ物ってたくさんあるんだろうなと思って、まずはマックからいろんな味を楽しむことが今年の私の目標です。今食べ始めたのはサムライマックです。サムライマックはマックチキンの次に私が好きなハンバーガーです。何よりも肉々しいパティが大好きです。ハンバーグも肉々しいものが好きなタイプです。サムライマックも食べるのはとっても久しぶりで、もうとっても美味しかったです。やっぱり美味しい。サムライマックも前に食べた時から多分メニューが変わっていたと思うんですけど、もう美味しいのでオールオッケーです。ハンバーガーに指を埋めてきたのではありません。一体サムライさんは休憩してもらいまして、味変しながらのわがまま食いをしたくなりまして、半分こにしてきました。よく見るとハンバーガーが指で潰されてますが、見ないことにしてください。ハンバーガーを包丁で切るなんてほとんどないので、豪快に切っていったら指が埋まってしまいました。大型中の大型、大雑把の女です。この食べ方は前にミスドを大量に食べた時に全部半分こにしていろんなドーナツをコロコロ食べていたら、幸せがさらに2倍になって余計に無限に食べられたので、マックでも導入しました。食い意地がすごいので、さっきのまた食べたいってなった時にまた食べられるっていう幸せに虜になっています。来年とかには4分割とかにしてそうです。でも4分割する前に多分切るのが下手くそで、きっとハンバーガーが指で潰れてぺしゃんこになっている未来しか見えないです。ちなみに画面の右上にあるハニーマスタードですが、私が業務スーパーで購入しているのですが、もうとっても美味しいので皆さんにおすすめです。マスタードは私は苦手だったんですけど、韓国のチキンのハニーマスタードが美味しく食べられるっていうことが分かって、偶然これを業務スーパーで見つけたので試してみたらすっごく美味しくて、何につけても美味しいんです。マックのマスタードもとても美味しいって聞くので、今日はマスタードにしようかなって思う日も多々あるんですけど、私はバーベキュー味がもうずっと好きなので、なかなかマックのマスタード1本に絞りきれないところです。ソースを何種類か選べるたくさん入ったナゲットを買うときにはマスタードを試してみたいなって思います。でもそういう時って期間限定のソースがあって、そういうソースに惹かれたり、毎回なかなか目移りをしてしまいます。そんな時はこのハニーマスタードに頼ってマスタード味を楽しみます。ポテトにも合うし、ナゲットにも合うし、唐揚げにも私はつけたりします。
他にソースで美味しいものがあればぜひぜひ教えてください。今更ですが、2つ目に食べたハンバーガーはチキンフィレオです。チキンフィレオもマックチキンと系統は同じなので好きだったんですが、マックチキンが値段がお手頃なのであんまり食べたことがありませんでしたが、チキンフィレオはザクザクチキンがとっても美味しいです。マックチキンを全体的に豪華にした印象で、食べ応えもすっごくありました。マックチキン食べたいけどちょっと贅沢したいなっていう時に新しい選択肢となりました。今食べているのはベーコンレタスバーガーです。さっぱり食べたい時にぴったりなもりもり野菜でした。最近野菜を大きいボウルで食べるのにハマっていて、そこに納豆を入れてレンジでさらに温めて混ぜて食べるというなかなかお上品ではない食べ方にハマっています。なので今日は上品にマックで野菜を摂取します。ハンバーガーのベーコンってなんでこんなに美味しいんでしょうか。さっき肉々しいパティが好きとお話ししましたが、肉々しいパティとベーコンが一緒に入っているハンバーガーが私は何よりも好きです。それで言うと真逆のフィレオフィッシュは食べたことがなくて、フィレオフィッシュも食べてみたら美味しいって感動する可能性は大いにありそうです。マクドナルドはやっぱり全部美味しいっていう結末がもうすでに見えてる気もします。そういえば今回はちょっと気分を変えて初めて字幕に加えてアフレコも入れております。なかなか模索中で至らないことばっかりなんですけども、いかんせん食べることも話すことも私は大好きなので、皆さんとお話ししている感覚で楽しませていただいております。今後また字幕のみになったりする可能性はあるんですけれども、見守ってくださると嬉しいです。そして私ご存知の通り早口で滑舌がとっても悪いので、そのあたりも修行を積んでいきたいと思います。話は食べ物についてに戻りますが、皆さんはミスタードーナツのモッチュリンって食べられましたか？私はまだ食べられてないんです。近くのミスドは開店と同時に長蛇の列で、開店直後に並んでいた人でも全て売り切れになっていて、毎回今日の販売は終了しましたという文字を見飽きるほど毎日見ています。モッチュリンの出始めはあんなに簡単に出会えていたのに、なんだこれと思って買わなかった私を叱りたいです。そもそも和菓子系よりも洋菓子が好きというのがあって、モッチュリンには最初手を出さなかったんですけれども、あそこまで社会現象になるほど美味しいなんて思いませんでした。むしろモッチュリンの生地でいろんなフレーバーを毎回出してほしいと思うくらいです。チョコ味とか出た時にはもう開店待ちの準備っていうのがもうできてます。考えただけでお腹が鳴りそうです。本当に最近食べたいものが多すぎて、もうダイエットなんて全く一向に進みません。現状維持が精一杯ですね。維持もできてませんが、そこには触れないでおきます。それよりも美味しいものをたくさん食べたいっていう結論に至っております。さて、今日の一番のお楽しみはこちらです。実はマックのアップルパイ初めてなんです。アップルパイも前はあんまり得意ではなくって頼むこともなかったんですけれども、前に長野
野県に旅行に行ってアップルパイを食べてみたらすっごく美味しくてびっくりして、なんでこんなに美味しいものを食べてこなかったのかと今までの私の愚かさに恥ずかしくなるほどでした。それからアップルパイが食べられるようになったはものの、マックにあることをすっかり忘れていて、クーポンにアップルパイがあることを発見した私、大歓喜でした。その感想はとっても美味しかったです。そんなこんなでマックはごちそうさまでした。そしてまた始まりました。食後のお菓子フィーバータイムに突入です。私は UFO キャッチャーが大好きで、このお菓子も全部 UFO キャッチャーで取ったものです。ただ得意ではないです。好きなだけです。後々お菓子をゲットした後に、あれこれって買った方が安かったよなとなるのが私の日常茶飯事です。慣れっこですね。まあ楽しみを買ったからといつも言い訳をするまでがセットです。そして虚しい気持ちに毎回しっかりなります。そしてお人形じゃなくてお菓子を取ってしまうので、食べなきゃと毎回ついつい食べてしまうおデブルートです。しかもチョコは溶けちゃうしと、この時期は言い訳し放題ですね。チョコってなんでこんなに美味しいんでしょうか。きのこの山のパッケージに書いてある美味しさが止まらないの説得力が本当にありすぎます。本当に止まらないですよね。ちなみに私はタケノコの派です。タケノコの派？タケノコ派です。何かのテレビで特集していましたが、キノコとタケノコのチョコは味が違うように作られてるみたいです。さすがですね。私はキノコも好きです。仕事している時はキノコが相棒です。なぜなら手が汚れないので最高だからです。タケノコのパッケージの中身は何が書いてあるのか個人的にすっごく気になります。ちなみに最近好きになった部門でホワイトチョコも私の大好物に仲間入りしました。ちょっとお高めのホワイトチョコをいただいたんですが、それを食べたらこれまた美味しさにびっくりしまして、やはりどんどんいろいろ食べてみないことには本当に自分が何が好きで何が嫌いかわからないですね。今回もただただ食べる動画でしたが、ここまで見てくださり本当にありがとうございます。私は特に大食いとかでもない、ただただ食べることが好きな女なのですが、お話ししている気分で見ていただけると私もとっても嬉しいです。今後も気になる食べ物や食べたいものたくさんあるので、私の爆食タイムをご一緒いただけると私の幸せも2倍になりますので、どうぞよろしくお願いいたします。こんなチャンネルを登録してくださる方が実は数名いらっしゃることが本当に嬉しいです。感謝の気持ちをずっとお伝えしたかったです。改めて本当にありがとうございます。これからもよろしくお願いいたします。また近いうちにお会いしましょう。